皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。国際学会でイベントに参加すると得したり損したりすることがあります。今回は私が米国フロリダで開催された学会に出席し、エクスカーションでフラメンコを見た時のお話をします。これは損した話です。ずーっと前の話です。米国フロリダの州都タンパでの学会へ出席しました。何年だったかは忘れても、インターネットで調べればすぐにその年がわかります。1992年です。なぜならば、タンパ滞在中に史上最大のハリケーンアンドリューがフロリダ半島をめがけてやってきたからです。私は学会が勧めた1泊3万円以上の高級ホテルに宿泊しました。皆さんはきっと贅沢だと思うでしょうね。実はこの会議は真夏に開催され、年中暑いフロリダはこの時期観光客が少なくなるということで、宿泊費は破格の約8000円でした。とにかくアンドリューは巨大でしたね。雲域がフロリダ半島をすっぽり覆うハリケーンが半島めがけて突進してくるニュースがテレビで放送されていました。もしかしたら宿泊中のホテルが破壊され死ぬかもしれないと覚悟を決めたように思います。タンパにとっては幸いでした。その後アンドリューは半島の南へ進路を変えました。これによりマイアミビーチとその周辺では家がぺちゃんこに破壊され、多くの人が亡くなりました。その学会が終わった後に、同じタンパで開かれたもう一つの学会に出席しました。会議の中日に国際学会恒例のエクスカーションがありました。タンパにはスペイン人入植者が作った町があり、エクスカーションはそこのレストランで食事をしながらフラメンコを見るというものでした。友人とタクシーで乗り付け、早速指定のレストランに入りました。私はフラメンコを見るのが初めてだったので、急いで舞台前の席を陣取りました。室内には冷房装置がなく、少し暑いと感じました。友人としばらく談笑していると、料理を持った大きな皿が私の前に置かれました。軽くワインを飲みながら料理に手をつけ始めたとき、決して高くなく広くない舞台に女性のダンサーが現れました。また背後にギター演奏者、歌い手など数人の男性が立ちました。そして軽快な音楽と手拍子に合わせ、女性は床を足で踏み鳴らしたり回転したりして熱狂的に踊り始めました。私はその迫力に圧倒されていましたが、そのうち女性が激しく汗をかき始めたことに気づきました。普通はライト越しに映るこの様子も踊りの迫力を高くする技の一つなのかもしれません。汗を含んだ髪を振り乱しながら回転するのですから、何が起こったかお分かりですね。そうです。回転とともに女性の汗が雨粒のように私の料理に落ちてきました。手で料理を覆って阻止しようとしましたが、とどめのない攻撃に歯が立ちませんでした。結局、
フラメンコは上の空になってしまいました。こういう時は酒を多く飲み、嫌なことを忘れてしまうのがいいですね。私は少し塩味のする料理を食べる羽目になり、かぶりつきに座ったことを後悔しました。いつでもこのようなことが起こるとは思いませんが、皆さんへのアドバイスです。塩味が効いた料理を食べたくないと思う人は、フラメンコを見るとき、決してかぶりつきでない席に座ることです。皆さん、今回の動画配信は100回目です。そこで、次回はこれを記念する動画をお送りしますので、お見逃しなく。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画までごきげんよう。